少しくらい大丈夫とスピードを出しすぎた結果、あなたの大切な人が死んでしまったら。2022年11月29日、千葉県富津市国保。深夜0時25分、自然に囲まれ周囲を照らす明かりもほとんどないその道路に激しい衝突音が響きました。近隣に住む中年女性が外を確認すると、そこにはガードレールに衝突し大きくひしゃげた軽自動車が、その傍らには車から投げ出された少女が頭から血を流し横たわっていました。大丈夫？女性が慌てて駆け寄ると、少女はかすかにうなずきました。他にも同乗者は3人いましたが、1人は車から投げ出され全身を強打して死亡。後部座席の2人もひどい骨折や内臓損傷を負い、すぐに亡くなったのです。生き残ったのは運転していた18歳の少女だけ。事故の原因は、免許を取って3ヶ月の彼女が何度注意されても絶対に暴走運転をやめようとしなかったためでした。実は彼女は暴走運転をしないと、友達が遊んでくれないと思っていたのです。軽自動車が大破するほどの事故で友人3人を死なせてしまった女子高生。何度も命の危機にさらされながらも、彼女が危険運転を続けた理由とは。少女にとって車を運転できるということは、やっとの思いで手に入れた存在意義だったんです。おそすけんちゃんです。やみやみこんだい。というわけでね、皆さん、僕最近ハマってる YouTuber あって、無敵のレオさんっていうね、聞いたことあるかもしれない。 YouTuber がいて、結構ゲスくて、本音でね、飯とか言っててもまずみたいなさどういうとこ行ってんの？エジプトの世界一うざい国っていうのがサムネであって、エジプトの人ってね、タクシーとかもやばくて、ウーバーで頼むとさ、運転手が目的地来ないのよ。チャットで料金を貸してくれたら迎えに行くよとか言ってそういうのも全部リアルに見れてね、綺麗系 Vlogger だと出てこないのよ。ウーバーで呼びましたとかでさ、全部うまくいったように見せてる。そうそう。皆さんもね、もしおすすめの YouTube チャンネルね、どんなジャンルでもいいので、あればね、ぜひね、教えていただければと思います。今回ご紹介するのは、千葉県で起きた男女3人の死亡事故について。高校3年生の少女が何度も事故に遭いながら暴走運転を繰り返し、最後には友人3人を殺してしまうという非常に胸クソな話なんです。高校生じゃあ免許取り立てで運転が楽しくなっちゃって調子乗りすぎちゃってみたいなことを？調子に乗ったというよりかはね、少女はあるものを失う恐怖からこの暴走運転をやめられなかったんです。彼女が抱えていたその葛藤とは一体何だったんでしょうか？私にしかできないこと。2022年9月、千葉県富津市。やばい、こんなのいつか捕まるよ、本当に。深夜、高校生が友人同士で乗り合わせた車内には、少し怯えたような少女の声が響いていました。ハンドルを握るのは高校3年生のさえ。つい1ヶ月前に免許を取ったばかりの彼女は、夜な夜な友人を誘いドライブに出かけていたのですが、その運転は危険と言わざるを得なかったのです。友人たちが口々に危ない、やばいと騒ぐその車のスピードメーターは、そこが一般道にもかかわらず142キロを指していました。運転手の際にためらう様子は一切なく、むしろ得意げに思っているほど。みんな喜んでくれてる、楽しいな。免許を取得して間もなく、友人を誘ってはこのような暴走運転を繰り返すようになったさえ。彼女は車に乗り始めたその時から学生生活が明るくなったように感じていたのです。時は遡り、それはさえが免許を取る以前のこと。休み時間を迎えた教室で、彼女はクラスメイトが集まって談笑しているのを遠巻きに眺めていました。いいな、みんな楽しそう。実はさえには学校にあまり友人がいませんでした。彼女も高校入学当初は多くの友人と遊んでいました。しかしさえは授業についていけず、何か部活をやっているわけでもなかったために、周囲と話が合わなくなり、一人で過ごすことが多くなっていったのです。仲良くしてくれる友人が2人はいたものの、決して好かれてるとは言えないその状況に、さえは葛藤を抱いていました。学生時代ってさ、勉強とか運動とか、何か学校で評価されることをできる子たちに人が集まったりしてね、人気者になったり、そういうところで輪に入れなかったりするとちょっと不安になるっていう気持ちはわかるわよね、めちゃくちゃね。大人になるとね、本当に必要な友達だけいればいいってね、いい意味で達観できると思うんですけど、思春期の時とかだとさ、友達の数とかそういう本質じゃないところでさ、自分の立ち位置測っちゃったりとかね、そういう子もいなくはないと思うんですよ。そんなね、さえにとって転機となったのが運転免許を取得したことだったんです。
2022年9月、サエは18歳になってすぐに運転免許を取得しました。そのタイミングでの免許取得は就職すれば車が必要になると考えてのこと。一方で同級生の中でいち早く免許を取ったその事実はサエにとって欠かせないアイデンティティとなっていくのです。車出すけど遊びに行かない？ある時からそう言って友人たちを夜のドライブに誘うようになったサエ。友人が少ないことに悩んでいた彼女は、同級生のほとんどがまだ車を運転できないその状況において、自分が車を出すといえば遊んでもらえることに気づいたのです。そしてドライブに出るうち、サエはこうも思いました。スピードを出せばみんな楽しんでくれる。車に乗れるようになって、また同級生たちが遊んでくれるようになった。しかしドライブが楽しくなければ、また自分は一人になってしまう。サエはそんな考えから、車に乗った友人を楽しませようと暴走運転を繰り返すようになったのです。やばい、こんなのいつか捕まるよ、本当に。友人は怖がってそう叫んでいたはずですが、サエはみんなが楽しんでいると思っていました。そうして危険な運転を繰り返すうち、彼女は免許取得から3ヶ月の間に何度も事故を起こし、親の車を2台も廃車にしたのです。この時は人こそ亡くなっていませんでしたが、サエは衝突事故や交通違反を何度も繰り返しました。両親は車の鍵を没収したり、ハンドルロックをつけるなどの対策もしましたが、それも無駄でした。鍵を探して勝手に持ち出したり、レンタカーを借りたりして、サエは意地でも運転を続けようとしたのです。両親は彼女を任意保険の対象から外していましたが、それでもサエは決して危険な運転をやめようとしませんでした。いや、ちょっと待ってよ。3ヶ月で2台廃車でしょ？とんでもないことじゃない。それでもまだなんで親から鍵盗んでまで運転しようとするわけ？車が出せなくなったら友達はもう遊んでくれないんじゃないかってサエは思い込んじゃってね、やめられなかったんですよ、運転を。思春期の子供にとってね、孤独っていうのはそれほど苦痛を伴うものなんです。というわけで本日のメトラキーワード、所属欲求と孤独への恐怖について。人間には他者とのつながりを強く求める所属欲求があり、孤独は心身に悪影響を及ぼします。神経科学的な見解でも、孤独を感じている時に反応する脳の領域と、怪我などの痛みに反応する脳の領域は同じとされています。このように人間にとって孤独がどれほど害のあるものかは科学的にも証明されているのです。また高校生のような思春期には、親と一定の距離ができる分、友人の役割が大きくなります。この時期の子供は友人からどう見られるかを過度に気にするようになり、特に孤独を恐れる傾向にあるのです。孤独を嫌い、危険運転のように目立つ行動をしなければ孤立すると考えていたサエ。彼女はそんな思い違いからこの後悲惨な事故を起こしてしまうんです。砕け散った友情。2022年11月29日、その日もサエは友人3人を誘い、母親の車で深夜のドライブへ出かけました。乗っていたのは高校生の同級生2人と現場作業員をしている18歳の少年が1人、サエを合わせて4人でした。そのうち免許を持っているのはサエだけでしたが、彼女は現場作業員の少年にも運転をさせていたのです。ちょっと信号赤だよ。信号無視や対向車線の走行など危険な交通違反を余裕の表情で繰り返すサエ。そこは自然に囲まれた人気のない道路で、周りに車も走っていなかったため、彼女は大丈夫だと高をくくっていたのです。サエたちが走っている国道465号線の制限速度は時速50キロ。しかし彼女が運転する車は94キロ以上の猛スピードで走っていました。そしてそれは一見緩やかに見える T 字路に車が差し掛かった時、周囲を照らす明かりさえまばらな薄暗い夜の道路に響いたとてつもない衝撃音。車から投げ出された際は道路に横たわり、意識を朦朧とさせていました。先ほども説明したように、国道465号線の制限速度は50キロですが、現場のカーブ付近は事故が多発していた関係から制限速度30キロ、94キロで通過しようとしたサエの車が曲がりきれるはずもなく、車両はガードレールと電柱に衝突。その衝撃はビルの13階から落下した時と同等とされ、軽自動車は大きくひしゃげてしまっていました。窓ガラスが粉々に割れ、屋根がめくれ上がってしまっているその車の姿から、乗っていた友人たちはとても無事とは思えなかったのです。これはなんかもういつ起こってもおかしくないっていう状況で起きた事故だと思うんだけどさ、一緒に乗ってたお友達が気の毒よ、本当に。サエはね、一人ぼっちは嫌だと言いながら、一番ね、友達を傷つける行動をとってしまったんです。そしてこれね、皮肉なことに、一番ね、危険運転をしていた張本人のね、彼女だけが生き残ってしまったんです。ど
大丈夫？事故の直後、駆けつけた近隣住民の女性に声をかけられ、さえはかすかにうなずきました。助手席に乗っていた現場作業員の少年は車の外へ放り出され、全身を強打して死亡。さえと彼に至ってはシートベルトもしていなかったと考えられます。後部座席に乗っていた女子高生および男子高生は車内で体を強打し、シートベルトの激しい食い込みもあり、骨折や内臓の損傷を負っている状態。2人はいずれも助かりませんでした。車を運転していたさえ自身も脳挫傷と全身に打撲を負い、一時は意識不明の重体に。そして3ヶ月が過ぎ、容体が回復した2023年2月28日、さえは危険運転致死の容疑で逮捕されたのです。友達が3人も死んでるわけだしさ、さすがにサエも一生忘れられないトラウマになってんじゃないの？それがですね、裁判の席でサエが見せた態度っていうのは、事の重大さを全く理解していないものだったんです。罪深き幼さ。裁判において、サエは危険運転を繰り返したことや事故の詳細について全て間違いありませんと認めました。その上で、両親に禁止されても運転をやめなかった理由をこう語ったのです。車がないと友達と遊べなくなると思っていました。車があればみんな遊んでくれる。ほぼ確実に。やはり同級生のほとんどが車を運転できない中、自分だけ免許を持っていたことはサエにとって重要な存在意義となっていたのです。さらに彼女は危険運転について次のように話しています。最初は危ないと思っていたけど、慣れて怖くなくなりました。やばいとは思ってるけど、ワーワーしてる気持ち。周りも笑ってるし。危険運転をやめるよう友達から言われたことは？ないです。やめてって言われてるのに、嫌がらせみたいなことはしたくないです。まだ高校生であることを踏まえても、事の重大さを一切理解していないような幼い言動を繰り返すさえ。彼女は検査によって平均よりも IQ が低い境界知能であると診断されました。このことからさえは免許を取った高揚感で無茶な運転をしていたのではなく、危険運転を本当に危険だと認識していなかった可能性が指摘されたのです。また境界知能の人には他人の気持ちを汲み取る能力の発達に遅れが見られる特徴も。サエが学校で友人を作れず、人間関係を築くために車に頼らざるを得なかったことには、このことも無関係ではないのかもしれません。境界知能ってその診断で出たとしても、危険だと思ってなかったっていうのは無理があるんじゃない？だって本人が言ってんじゃないのよ。危険だと最初は思ってたってサエ自身が言ってたわけでしょ。そうなんですよ。だからね、その境界知能っていうのは言い訳にはならないと思うんです。そして事故からちょうど1年後の後半では、遺族が思わず憤るような出来事が起こるんです。2023年11月30日、3人の男女が命を落としたあの事故から1年と1日が経ったその日、法廷へ現れた際に向かい、検察はこう問いかけた。被告人は昨日何をしていましたか？友人3人が亡くなった命日にあたるその日のこと。検察としては、サエが懺悔の気持ちで1日を過ごしていたと考えていた。友達のことを考えてました。サエからは期待していた答えが返ってきたように思えた。しかし彼女の話はそこで止まってしまった。他には？とっさにそう聞き返す検察。するとサエは言った。他には特にないです。その瞬間、傍聴席からは深いため息と遺族のおえつが響いた。サエは亡くなった友人たちに思いを馳せ、彼女なりに反省の意を示したつもりだったのかもしれない。しかし特にないの一言は遺族にとってあまりにも軽率に思えた。昨日で事故から1年になりますが、ちゃんと覚えていますか？検察はまるで答え合わせをするかのように重い口調でそう告げた。サエははっと思い出したかのように続ける。あ、そうです。忘れてないです。一人ぼっちを嫌い、とにかく友人とのつながりを求め続けたサエ。しかし彼女にとって友人とは一体何だったのだろうか。亡くなった女子高生の遺族は法廷でサエに向かいこう話しました。娘には人には優しくと伝えてきました。一人ぼっちには手を差し伸べなさいと。でも今はそのことを後悔しています。自分の犯した罪を人のせいにしてはいけません。人を思いやる心を持ちなさい。サエにとってその言葉は果たしてどれだけ響いたのでしょうか。2023年12月、危険運転致死で有罪となったサエに下された判決は懲役8年。判決に際し、サエが境界知能であることは一定考慮されたといいますが、裁判官はそれでも限度があると主張。3人が死亡した結果は極めて重大で、遺族の被害感情は甚大であると追及しました。8年という期間はとても長く感じるかもしれませんが、遺族にとってはそうではありません。被告人には一生をかけて償っていただきたい。亡くなった被害者にどんなことができるか、ゆっくり時間をかけて考えてみてください。サエは裁判を通して終始反応が薄かったと言いますが、裁判官のその言葉には小さく2度うなずきました。その後サエは判
決を不服とし控訴していますが、刑務所の中で彼女は一体何を考えているのでしょうか。あなたはサエのように間違った方法を使ってでも無理やり友人をつなぎ止めようとした経験はありますか？その時を振り返って自分の行動に何を感じますか？